フィギエモンです。今、2020年全日本選手権の男子フリーが終わって記者会見を見た後にこの動画を撮影しています。羽生結弦選手は言葉足らずで申し訳ないんですけれども、すごすぎて感動の嵐です。羽生結弦という選手はどこまで一瞬にかける才能があるのでしょうか。その凄まじいばかりの発揮力に改めて驚かされました。昨日のショートではロック調のプログラムをジャンプのミスなく見せてくれました。曲名が分かった時から黒のラメかなーって思っていたんですよね。これ衣装のことですね。で、その理由は伊藤さとみさんがおそらくデザインの衣装だと思うので、曲からインスパイアされてデザインすることが多いって彼女はおっしゃっていたので、ロックだし、ロビー・ウィリアムスさんがライブ動画でブラックの衣装に黒ラメのマイクを使われてたので、おそらく黒ラメかなって思ったんですよね。でもゴールドラメを使うとは思いませんでした。なんとなくなんですけれども、このゴールドっていうのは羽生結弦選手からのリクエストでゴールドのラメを使ったんじゃないかなって思いました。実際に黒とゴールドのデザインになってみるとキング感がすごい出て、すごい良かったですよね。他の選手誰もこの黒とゴールドのロック調の衣装っていうのを使ってなかったと思うので、とても特別感がありました。ショートは羽生選手がインタビューで言っていましたけれども、少し緊張していたようですよね。で、傍から見ると全体的にちょっとね、スピードがなかったのかなっていうところが気になりました。ジャンプとかはね、すごくうまくいってたので、もうちょっと爆発させてもいいのになって思いながら演技を見てたんですけれども、10ヶ月ぶりの新プロの初戦と考えると、かなりいい出来だったんじゃないかなと思います。ジェフリー・バトルさんが直接プログラムのブラッシュアップをするなら、北米特有のロックの時のキレみたいなものを羽生選手に取り入れてくれるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。テンポの速い曲調なので、羽生選手自身にとってはジャンプを入れやすいのかもしれないなと思いました。一番最初の年なんですけれども、バラード1番をやった時にジャンプを入れるタイミングが難しいっておっしゃってたんですよね。それを考えると、このロックの曲調っていうのはジャンプにぴったりのテンポなのかなって思いました。今後ね、レッツゴークレイジーの時のようにロックスターになりきっておせおせの演技みたいなものがちょっと私見たいなーなんていう感想です。フリーの衣装は淡いブルー系で、私のね、ショートかフリーどちらかの衣装がブルー系で来るんじゃないかっていう予想がね、当たってたのでちょっと嬉しかったです。それより何よりね、フリーの衣装を最初に見た時のあでやかな雰囲気と、またね、ゴールドのストーンですかね、刺繍糸ですかね、ちょっとそこまで見えなかったんですけれども、それを使ってたっていうのが本当によくお似合いでしたよね。オリンピックも開催されるかわかんないところではありますけれども、それでももし開催された場合に今回みたいな感じで一発勝負でゴールドメダルを狙うっていうね、その意気込みをちょっと感じました。それにしても2012年の花になれを彷彿とさせるような袖部分の作りと花と生地の色でしたよね。本当に艶やかで、最初ね、エキシビジョンが始まるんじゃないかなってちょっと思ったぐらい、それぐらい華やかな印象でしたよね。6分間練習で羽生選手の衣装を初めて見たとき、曲名を知っていたので、NHK の大河ドラマの曲でフィギュアスケートという戦いの中で羽生選手にぴったりの曲じゃないかなって思いました。そして冒頭始まってすぐに顎を上げてグッと見る仕草がありましたよね。これがね、とっても音とハマってて素敵でした。さすが音感がある羽生選手がやる仕草だなって思いましたね。そして直後のこのポーズ、
最初に見たとき、ビームでも出してるのかなって思いましたけれども、曲を考えると、今から始まる戦いの覚悟を表してるのかなとも思いましたね。その後、羽生選手にとっては少しスピードがないなっていう印象があったんですけれども、戦闘モードのままジャンプに突入という感じで4回転ループに入っていきましたよね。これがすごく綺麗に決まっていて素晴らしかったです。その後の4回転サルコーを本当にね、当たり前のようにまるで3回転かのように決めてましたよね。そして一番素敵だなって思ったのが、ちょうど半分よりちょっと前ぐらいのさっと止まるあの場面です。完全に静止した後、音2つが鳴りますよね。それとともに腕で表現される静かな表現。これがね、本当に音と見事にはまっていて、一番素敵な瞬間でした。すごくね、ここから芸術性を感じましたね。ここの部分で5コンポーネンツが上がったんじゃないかななんて思いましたよ、私。ね、思わずね、一人で勝手にね、もういいとか言っちゃいましたね。踊りの世界では、動よりも静の方が難しいって言われてる中で、この静かな表現で魅了させるっていうのは、本当にね、さすがだし、動きが最高でした。そして後半の冒頭で 4T と 3T のコンビネーションジャンプを完璧なフォームとランディングで決めましたよね。もうね、この時に、これで優勝だけは間違いないなと思いました。この後ね、転倒しようが、おそらく1番だなっていう感じでしたね。で、採点表を見るとこんな感じ。後半に4回転のコンビネーションを2つ持ってくるっていうことで、結果的に2回19点以上の得点を稼いでいます。これが今回の圧倒的な勝利へと導いたのは間違いないでしょうね。羽生選手ね、早稲田大学の卒業の時にどっかに書いてあったんですけれども、プログラムのジャンプ構成っていうのを自動的にね、判定してくれるようなものをご自分で作ったということなので、それで得点が高く取れるっていうのをね、やってみたんじゃないかなと思います。今回のこのジャンプの構成は初めて見ましたからね。ジャンプ以外のところでも素敵な瞬間が何度もあった天と地とのプログラムは、プロの他人の目が入るともっともっと素晴らしいものになるんじゃないかなって思いました。例えば振付師の方ですとかコーチとかですね。今でも十分素晴らしい仕上がりですけれども、これ以上狙えるところがあると思うと、このプログラムに対してね、より楽しみが増してきます。今回国際映像に羽生選手の演技が流れたことで、振付師のシェイリン・ボーさんやブライアン・オーサーコーチなどの助言が明確に受け取ることができそうですからね。今回の全日本選手権では観客はいたものの声援の制限がされたということで、テレビ放送や YouTube ライブなどを見てあれって思う瞬間があったのではないでしょうか。あなたはどうでしたか？私はね、変なのって思いましたよ。フィギュアスケートの醍醐味であるプレゼントの投げ入れも、このウイルスの騒ぎがある前から日本ではね、よく禁止になってたりして寂しいったらありゃしないです。観客の楽しみっていうのも少し理解してほしいなと思ったりしたのでした。マスクしてるんだったら声援してもいいんじゃないかって私は思うんですけどね。そこについてはいろいろ言えないところではありますけれども、変なのっていう印象です。でね、演技後の記者会見では上位3人による可愛いインタビューが繰り広げられてましたね。羽生選手はなぜか遅れて入ってきたんですけれども、それぞれのリスペクトするところなどをお互いに話し合っているところがすごく良かったですね。可愛かったです。羽生選手は今回完璧に近いものを見せてくれましたけれども、練習の中ではいろんな苦悩をしてたんだっていうのがインタビューで分かりました。家でずっといながら練習の時だけ外出してるっていう生活でしょうから、コンディションの波もある中で、それをね、コーチや
他の人とのやりとりで持ち直すことも難しかったのかなっていうふうに思いましたね。ただ今回全日本に出てみんなの前に出たことで気持ちはね確実に変わったのではないかなと思いましたね。羽生選手は医療従事者の方へのコメントが何度もありました。それに世界選手権も行われない可能性が高いって思ってるんだなっていうのがコメントで分かりましたね。今は何もかもが不透明な状態だけど、それでも誰かの心を灯すことができたならと思って出場したとお話ししていたのを聞いて、これをねモチベーションとしてここまでの演技をすることができたっていうのが逆にすごいなって思いましたね。何はともあれ優勝したので来年開催されれば怪我をしなければですが NHK 杯に出場はほぼ決まったも同然ですよね。特別強化選手の枠も取れたでしょうし、これからねやっていくことを前提とした発言がインタビューの中であったので、来シーズンまでは現役をやってくれるだろうことが分かって一安心です。1位じゃなくても出てくれるだけで嬉しいと思うのがファン心ですけれども、それでも圧倒的な強さで優勝する姿を見るのはもうね私にとって恍惚感にあふれる瞬間です。きっと皆さんもそうですよね。もう涙を流して皆さん演技を見られたのではないでしょうか。私も一緒です。次の試合まで楽しめそうなこの出来栄えのプログラムを披露してくれたんで、年末年始はこの演技で楽しんでいきましょう。ということで今日は羽生選手の全日本選手権での新プログラムの感想をお届けしました。皆様の感想ぜひコメントで残していってくださいね。きっと共有されたい方が大勢いらっしゃると思いますので、ぜひコメントしていってください。でよかったらこのチャンネルの登録もお願いします。では最後にプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ひげもんでした。さようなら。